じゃあエラー処理に移りますね。はい。エラー処理。はい。まずは、正常形と異常形の話をちょっとさせてください。正常形っていうのはですね、仕様通りに、行うような動作のことですね。ユーザーが意図通り使った場合の挙動とかですね。ここでいうユーザーっていうのはエンドユーザーだけではなくてですね、マイクロサービスのユーザーとかライブラリのユーザーも含みますと。要するに自分の作っているプログラムを使う人ですね。で異常形っていうのは意図しない挙動のことを言っていて、発生頻度が低いですね。ユーザーが意図通りに使わなかった場合の挙動になりますと。で、外部要因の意図しないエラーとかもそれに含まれますね。例えば、ネットワークの問題だったりとか、今日ありましたね、ネットワークの問題とか、ファイルが壊れてたりとか、ライブラリのバグとか、自分のバグが起因するエラーとか、そういったものがあります。クラウドベンダーの障害とかもそういったものに含むかなと思います。で異常形というのは非常に、予想しづらいんですけど、必ず起こり得て、特にゲームとか作ってる場合はチートとかも含まれますね。なので、当然皆さん、エンジニアの方が多いと思いますけど、こうボタンがあったらですね、ユーザーは連打するものだし、リクエストは大量に来るし、えなんだろバリデーションをちゃんとしないとですね、変な値を入れられるのは当然だし、半角、全角が混じってるし、絵文字も入れてくるし、そういったの多分知ってると思いますけど、こちらが意図しているものっていう通りに行動してくれるユーザーっていうのも本当一握りですね。なので、異常形っていうのをちゃんとこう想定しておかないといけませんと。で、エラー処理の必要性は、エラーは必ず起きますと。コンピューターで実行している限り、コンピューターの異常とか、あとは外部に接続するものは、もうほぼほぼ起きますと。障害とかですね、ネットワークの異常、障害、ハードディスクの破損とか、いろいろあると思いますけど、必ず起きます。で、正常形より異常形の方が難しいパターンが多いですね。例えば課金の途中で、ネットが切れちゃった場合、どうしましょうとか、プラットフォーム側のところまでは通信はいかなかったけど、自社のサービスのサーバーまでは、通信が来ちゃったと。自社のサーバーの状態と、プラットフォームの、サーバーの状態が、ちゃんと合ってない、どうしようみたいな、そういったことでありますよね。突合したりとかして調べると思うんですけど、そういうのが生まれますと。なので、ネットワークとかは特に多くて、地下鉄に入ったら切れたりとか、十分ありますね。なので、エラー処理は必ずしっかりとやる必要がありますと。なんならこのエラー処理とか異常系の処理が、プログラムの中心といっても過言ではないぐらい重要ですね。エラーが起きても処理を続けることができる場合もありますと。例えば、たまたま今のネットワークの調子が悪かったのかもしれない。で、リトライかけたら、ちゃんと取れるかもしれない。で、こっちのサーバーはダメでもこっちのサーバーは生きてるかもしれないと。別の方法で取ることもできるかもしれないと。一旦予測値にして実測値は後でもう一回表示すればいいやみたいな、そういったものでもいいかもしれないし、別にこうリアルタイムで取る必要のないものだったらいいやと、いついつ取得って書いておけばいいやみたいな、そういった値かもしれない。なので、適切に処理してできる限り処理を続けるっていうのをやりたいですと。プログラムを止めてしまうと、会社の損害になったりとか機械損失になったりし得るので、できる限りプロダクトと製品としてリリースされているものはですね、処理を続けてほしいですよね。なので、できる限りエラー処理をしていきたいというモチベーションがあると思います。こういった話からですね、エラー処理って非常に重要だということがわかると思います。で、Go ではですね、このエラーというものをですね、このエラーインターフェースで表しますと。エラーインターフェースは、エラーというメソッドを、メソッドでストリング型の値を返すような、メソッドを持ったインターフェースになりますと。
大体、関数とかメソッド呼び出しの最後の戻り値として返されることが多いです。Go のエラー処理の基本はですね、エラーがあったかなかったかをチェックするのが多いですと。で、あったかなかったかのチェックはですね、こんな感じで if 文を書くことが多いです。似るかどうかをチェックします。で、エラーの変数はですね、結構使い回されることが多いので、コロンイコールが出てきたとしても、左辺に新しい変数が一つでもあれば、コロンイコールは、コンパイル通るんですけど、すでにある変数はですね、なんだろう、使い回されるんで、うっかりミスして、上書きするのを忘れたりとかしうりますと。なので、この下の例のような、例えばこれだとエラーに代入し忘れてますよね。なので、2個目の if 文は、もう nil じゃないことはnil であることはチェックしてあるので、上で、絶対に実行されないですと。こういったものはですね、静的解析ツールとかで見つけてくださいと。で、エラー処理で大事なことっていうのはですね、必要十分な正しい情報を伝えることですね。エラーの持つ情報でエラーの原因が追えること、必要があれば、当然そこの文脈でエラーに情報を足せるんであれば足しておいても良いですと。ただ無駄に情報を足しすぎると何がクリティカルなものなのかとか伝わりづらくなるので、必要最低限にしておいた方がいいと思います。ただ一度仕掛けるとですね、なかなかその仕掛けたそのエラーの値っていうのはなかなか変えるのが難しいので、よくよく設計した上である程度幅を持たせて情報を付加した方がいいかなと思います。そのままログに出ることが多いので、ログのフォーマットを変えるのってなかなか途中からは難しいと思うので、ある程度柔軟性のある形でエラーを設計するといいと思います。で、2個目が非常に大事でですね、受け取り手が誰なのかっていうのをちゃんと考えてエラーを設計しましょうと。例えば同じパッケージの別の関数に返すエラーであれば、ラップする必要もないかもしれないし、具体的なその自分が呼び出したライブラリが返してくるエラーをそのまま渡してもいいかもしれない。ただ別のパッケージの場合は、その他のライブラリが返したとか、他の標準パッケージが返してきたエラーをそのまんまリターンしてしまうとですね、何をやろうとした時にこのエラーが起きたのかわからないという状況があり得るので、何か情報を付加してラップしたりとかして返した方がいいよねとか、あとは、もうそもそも Go の話じゃなくてですね、Android とか iOS とか Web フロントエンドみたいなところのクライアントサイドに返すようなエラーであれば、Go の特有の話とかは別に関係ないので、エラーコードに変換して返さないといけないとか。あとはエンドユーザーの場合は、さらに、もうちょっと、エンドユーザーに使われやすい言葉で返したりとか、詳細は省いてエラー番号とかにするとか。あとはエラー番号を表すような、なんか猫ちゃんの画像とか、犬の画像とかに変えてしまうとか。そういったことを、やるといいかもしれないですね。で、文字列ベースの簡単なエラーの作り方ですけど、エラーズ2を使う場合はこんな感じで作れますし、フォーマットを指定して、書式を指定して、エラーを作りたい場合は、フムとエラー F を使ってください。で、エラー型を作りたい場合はですね、この文字列ベースのやつは、エラーインターフェースを実装した方を、この2つのパッケージが勝手に作ってくれるのでいいんですけど、自分で作りたい場合、例えば構造体とかをベースにして、フィールドとして詳細な情報を持ちたい場合とかは、自分でエラーインターフェースを実装してください。ここまですることってそこまでないんですけど、ライブラリーとかを作ってる人は、たまにやるかなと思います。これに飛ばしますね。はい。で、あとは、エラー処理のテクニックをちょっと説明していきますけど、エラー処理をまとめるというやり方ですね。例えば、エラー処理って、ファイルにアクセスしたりとか、ネットワークにアクセスするために、
エラーは起こり得ますと。ただそれがその本来のロジックとはちょっとなんだろうずれるというか、本来のロジックとこうちょっとまとめて書くと分かりづらくなる場合がある時もありますよね。そういった場合は本来に書きたいロジックを先に書いてしまって後でエラー処理をするというようなパターンがありますと。これは代表的なものとしては BufFIO のスキャナーとかですね。これ一度見たことあると思いますけど、エラー処理を最後に行いますと。でこれどうやってやってるのかというと、実はですね、スキャンが、エラーが発生した場合に、スキャンがフォルスを返します。で、その時に発生したエラーを、フィールドに取っておいて、エラーメソッドで取れるようにしておきますと。そうすると、その場でエラー処理するんじゃなくてですね、フォーを抜けた後にエラー処理するっていうことができるようになります。そうするとまとめて1箇所でエラー処理することができますと。これはですね、面白いのがですね、ロブパイクという、Go の設計者の一人がですね、日本に来た時に、説明してくれた話でもありますと。例えば、これもブログ書いてくるのジャックさんという方が書いてるんですけど、例えば、こういうライターをいっぱい使いたいパターンがあったと。ちょっと上の例ちょっとリーダーになっちゃうけど、これちょっとリーダーの例ですけど、何回もこうやってリードというようなエラーが発生するような関数を何回も呼ぶ必要がある場合で、この if エラーを何回も書かなきゃいけないような場合あるとき、これをですねもうちょっとシンプルにやりたいねってなったときに、こんな感じでちょっとリーダーとライターが変わってますけど、ライターをラップしてあげてフィールドにエラーを持たせます。で、ライトを実装するんですけど、そのライターのライトじゃなくてですね、エラーを返しませんと、こいつは。エラーを返さない代わりにですね、すでにエラーが発生してたらリターンして、そうじゃなかったら、自分の持っているライターのライトを読んで、エラーを、こうやってフィールドに入れておきます。そして、このフィールドに入れたエラーを取れるようにしておきますと。エラーという、メソッドで。そうすると、ライターをラップしてあげて、ライトっていっぱい書いた後に最後にエラーチェックをするということができます。こうすると、1回目のライトでエラーが発生した場合、2回目のライトは何もしないです。なんでかというと、エラーがすでに発生している場合はリターンそのまま呼ばれるからです。こんな感じで最後にエラー処理をまとめるということができるので、その if エラーをたくさん書くのが嫌だっていう場合はですね、こういうふうな工夫をするといいかもしれません。いいですね。フォームのバリデーションエラーをまとめて後で処理するというときにこの方法を使いました。こちらの記事のリンクをいただきですね、14ページの、下の参考というところに貼っているやつですね。これちなみにですね、2014年にロブ・パイクさんが来た時の話なので、結構昔の話ですけど、今だにこう使えるテクニックの一つかなと思います。これちょっとね、やってみるといいかもしれないですね。今の話で、ほうと思った方は、ぜひ自分で、やってみるといいと思います。1コードポイントずつ、ルーンごとに読み込むスキャナーを作れたやつですね。ちなみに答えがここに貼ってありますね。はい。じゃあ、エラー処理をまとめるんじゃなくて、エラーをまとめる話をしていきましょうと。Uber が作ってる UberGo というリポジトリの下にマルチエラーというのがあります。これはですね、エラーを、まとめるものですと。どういったことかというと、複数エラーが発生するような処理を行いたいと。だけど、1個でもエラーがあった場合に、全部やめてしまうようなパターンじゃなくてですね、エラーが起きたら起きた。でもそれは全部終わらせてから、発生したエラーをまとめて1個のエラーとして扱いましょうというような話をしたい場合には、これが便利ですと。で、どうやって使うかっていうとですね、エラーが発生するような、このステップ1っていうのを呼んであげて、エラーが返ってきたら、それを、マルチエラーのアペンドっていう関数を使ってですね、第1引数にエラーを渡して、第2引数に、今
捕まえたエラーを渡します。そうするとこの R エラーにくっつけてくれて、元値としてまたエラー型で返してくれますと。同じですね、下も。これで何がすごいいいのかっていうとですね、R エラーという方はですね、あくまで、エラーインターフェースなんですよね。エラーインターフェースのスライスとかになってないのがすごく素晴らしい実装方法。すごくちゃんと、設計されている方だ関数だなと思います。なんでかというと、Go のエラー処理の基本はですね、エラーがあったかなかったかの判断なんですよ。なので、あくまで最初はエラーインターフェースとしてエラーをハンドリングすべきなんですよね。で、詳しく見たい人が初めて、中身を見てあげるということ。まあ、カターサーションとかして中身を見てあげるということをすればいいんですよね。なので、この Uber のマルチエラーの場合はですね、構成するエラーを一つずつ見たいなと思った場合はですね、マルチエラーのエラーズという関数に今アペンドで渡したやつで戻ってきたやつですね、渡すとですね、それをエラーのスライスに変換してくれて返してくれますと。で、レンジで回せば1個ずつのエラーを取り出すことが可能になります。こんな感じで、インターフェースのところでも話してたと思うんですけど、見える必要のないものは隠しておくということをすることによって、この Uber のマルチエラーはですね、最初はあったかなかったかだけで判断してくださいと。それ以上詳しい情報を知りたかったら、この関数に渡すと分解してくれますよというような状況になっています。で、注意深く見るとですね、このおそらくあるであろうマルチエラーの中で定義されている具象型が全然出てこないですね。あくまでエラーインターフェースとして扱えるというのがこのライブラリのすごいいいところですね。これあまり Go に慣れてない方がするとですね、おそらくエラーのスライス作ることになると思うんですけど、エラーのスライスっていう場合はですね、スライスのニルなのか、エラーとしてのニルなのか、スライスとして要素がないことをニルと言っているのか、エラーがなかったのをニルと言っているのかと、非常に分かりづらいんですよね。はい。じゃあエラーに文脈を持たせると。これはですね、例えばエラーメッセージが、ファイルが開けなかった場合のファイル not found というものだったとしますと。これがすごい深い階層でそれが発生して、わーっと上に戻っていって、一番てっぺんでファイル not found というのが返ってきたとします。ファイル not found、はて、どこで起きてファイル not found だろうというような話になると思います。何をしようとしたときにこのエラーが発生したのか、なんで発生したんだろうと、どういったパラメータを渡したからこれが出てきたんだろうと、そういう疑問になると思います。そうした場合に、どうやって解決すればいいかというと、エラーをラップしてあげて、で、情報を文字列として追加する。まあ、文字列じゃなくてもいいんですけど、まあ、基本文字列が多いです。文字列で付加してあげると。このエラーズっていうパッケージはですね、デイブっていう、Go の有名なエンジニアが作っている、サードパーティーライブラリですね。PKG っていうリポジトリの名前ですけど、これはサードパーティーのライブラリになります。まあ、デイブは結構日本に来るので、見かけたことのある方もいらっしゃるかもしませんけど、いるかもしれませんけど、結構便利なライブラリをたくさん作ってくれています。で、エラーズラップっていうのでエラーをラップしてあげて、エラーズコーズっていうので、一番根元のエラーを、取ってあげることができます。こうやってラップなので、こう玉ねぎ型にこうやってこうラップしていって、で、一番端っこの一番最後のこうラップされたやつをもらってきて、最初のエラーは何だったのかというと、構図でこうやって玉ねぎの皮を剥ぐようにして最初のエラーを取ってくるというような感じをやりますと。ラップは、まあ、ラップを直接使ってもいいです。ラップ F っていうのがあって、まあ、書式を指定してラップすることもできますと。第一引数のエラーをラップして、この後ろで指定した書式の文字列で、ラップしてあげますと。はい。で、この PKG エラーズが非常に便利で、
デファクトスタンダードになっていましたと。デファクトスタンダードになってたので Go ではこれはいいねということで、これと似たような機能を標準パッケージに導入しましたと。これが 1.13 からに導入されたエラーズパッケージのアップデートですと。1.13 というのは1個前のバージョンですね。今 1.14 ですね。で、どうなってるかというと、エラー F の時に %W という、書式を指定してあげて、そこにエラーを渡してあげると、さっきのエラーズラップと同じような感じでラップしてくれますと。で、さっきの構図みたいな感じで、アンラップというメソッドを、実装したエラーが作られますと。アンラップを呼び出すとですね、ラップしたやつを全部剥がすという意味になりますと。で、エラーズアンラップという関数も用意されていて、それによってラップされたエラーを、アンラップすることが可能ですと。この下の例を見ると分かると思います。このエラーズニューで作った foo というエラーをですね、バーでラップしてあげて、それをエラーという変数に入れて、そのまま出すとバーコロン foo というのが出てきますと。でエラーズアンラップするとですね、foo というエラーを直接取ることができますと。こうアンラップするっていう理由は何のためにあるかというと、ファイル not found というエラーが根元で起きて、上にガーッと関数を戻っていく際に、エラーが起きたよ、エラーが起きたよって、こう、エラー関数が戻っていきますと。で、一番上でバッと捕まえて、何だったかなと見ると、エラー not found をベースにしたエラーだっていうのをどうやって判断するかというと、全部剥ぎ取って、ごめんなさい、マイク。全部剥ぎ取って、で、その剥ぎ取った最初のエラーをエラーノットファウンドと比べて、確かにエラーノットファウンドが発生してるねっていうのが調べられますと。はい。で、ラップの他にも、エラー処理として、面白い例というか、テクニックを教えるとですね、振る舞いでエラーを処理すると。これもデイブが書いてた、ブログを元にした話ですけど、ディートさんが日本語訳的なものを書いてくれているので、下の方にはディートさんのブログを貼ってますけど、これはですね、エラーが一時的なものか、要するにリトライすればどうにかなるものなのかっていうのをこう判定するような関数を作っていますと。で、引数にはエラー型を取っています。これがエラー型であることが重要ですと。任意のエラー型を渡されて、で、一時的かどうかを判定して返すというようなことをやっています。で、どうやって判定してるかというと、特定の具象型と比較するわけじゃなくてですね、型アサーションとかして比較するわけ、これ型アサーションしてますけど、具象型に型アサーションするんじゃなくてですね、型リテラルで書かれたインターフェースにアサーションしていますと。どういった型かというと、テンポラリーというメソッドを持っているインターフェースと。要するにここの部分はですね、ここの部分は、テンポラリーというメソッドを持っているかどうかのチェックです。持っていた場合は TE には、テンポラリーというメソッドを持っているインターフェース、OK の方には true が入ってきます。なので、まずは、true かどうかを調べてあげて、かつ、このテンポラリーを読んだ結果、テンポラリーかどうか判定できるかどうかがこの OK に入っていて、こっち側の方には実際の判定ですね。で、判定できないという場合はテンポラリーじゃないと判断します。こうすることによって、具象型が1個も出てこずに、抽象型だけで、エラーの種類を分類することができます。これと似たような形、これは具象型ではあるんですけど、errors is という、関数が、Go1.13 から導入されましたと。第一引数のエラーが第二引数の値かどうか判定するんですね。で、イコールイコールができる場合はそれで比較するけど、is メソッドを持っている場合はそれを使って比較します。判定不能の場合はアンラップした後にまた判定するというようなことをやっていきます。この例だと、もらってきたエラーがOS エラー exist と同じかどうかをチェックしています。はい、さらに型アサーションとかでエラーを取り出す場合が、あると思うんですけど、エラーの具象型を取り出したい場合は、
エラーズ as と、いうものを使いますと。エラーズ as はですね、こんな感じで第一引数に取り出したい元のエラーで、第二引数にポインターを渡しますと。でどういったポインターかというと、特定のその具象型のエラーですね。これポインターのポインターになってますけど、エラーインターフェースを実装しているのが OS パスエラーのポインターだからですね。それのアンパーサンド取ったら、ポインターのポインターになってしまってるんですけど、気にしないでください。で、第一引数で指定したエラーを第二引数で指定したポインターが指す変数に代入しますと。代入できない場合は、キャストが不能で代入できない場合はですね、アンラップしてもう一回試みますと。ダメな場合は、戻り値にフォルスが返ってきます。なので、if 文で分岐することが可能ですと。で、ここで重要なのをもう一回説明すると、エラーはエラー型で扱ってください。まずはエラーがあったかなかったかで判断して、種類で分岐しても具象型にできる限り依存させないというのが重要ですと。あと、エラーとログの話をしておきましょうと。で、エラーメッセージをログとして出す場合はですね、エラーメッセージ工夫してくださいと。ログに出すエラーメッセージに必要十分な情報を入れましょうと。例えば、スタックトレースを出すと。スタックトレースの関数の呼び出し履歴みたいなやつですね。PKG エラーズの WithStack とか使うと、付与されますと。PKG エラーズラップでも付加されますと。X エラーズっていう、エラーズの元になってっていうか実験版のエラーズパッケージが X エラーズってのがあるんですけど、そいつはですね、スタックトレース付加してたんですけど、標準パッケージのエラーズになった段階で 5.13 の段階では、スタックトレースはですね付与されてません。ただそのうち来るかもしれないし来ないかもしれないという状況ですね。ログの出力がボトルネックにならないようにですね、何でもログに出せばいいというわけではないです。何でも出してるとですね、結局何もわからないみたいなことになり得るので、ビッグクエリとかに食わす場合は、ある程度いっぱい出してもいいかもしれないですけど、ある程度工夫して、リフレクションとか使いすぎて、ログ自体がボトルネックにならないようにしてくださいと。ログの出力がですね、サーバーの負荷を与えすぎる場合もあります。例えばめちゃくちゃ桁のでかいビッグフロートとか出したりとかすると、そのビッグフロートがめちゃくちゃでかくてですね、それをプリントするだけですごく数秒かかったりとかあり得るので、そういうのも気をつけてください。なので、ザップとか使って、ログを出すっていうのも手かなと思います。ザップっていうのはこの高速なログライブラリーのことですね。これですね。